今回はジムニーの納車された直後のファーストインプレッションをお届けしたいと思います。ビッグモーターさんにフロアマットをプレゼントしていただきました。ありがとうございます。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回の動画が気に入ったらチャンネル登録とベルマークを押してもらうと次回の動画があなたの手元に届きます。インスタグラムやカーチューン、ツイッターなどの SNS もしています。愛車の紹介や次回撮影予定の動画の告知をしていますので、よかったらフォローしてみてください。では本編です。よろしくお願いします。さあ、ジムニー購入してきました。納車日でございます。初めて、軽自動車を所有することになりました。今、購入したお店近くの、コンビニから事務所の方に戻ろうと思います。確かジムにこれ今初めて運転することになりました。やっぱりこうなんていうんですかね、乗っててこうワクワクする車やなと思ってます。で今ちょっと坂道に登ってみたんですけど、結構あれですね、4000回転ぐらいガーンと上がって吸気するっていう、今日初めて乗るんで、初インプレッションっていう形にはなりますが、拙いレビューとなると思います。これ意外と初めて運転して思ったところで言うと、これで踏み込んでも意外とうるさくないんですよ。なんか昔のジムニーは結構音がうるさい話よく聞いてたんですけど、この今の新型ジムニー全然うるさくないです。ちょっと腰の方行ってみましょう。思ったよりぐんぐんこうスピードが上がるなっていうことはあります。これ今センターモニター、タコメーター周りですねの真ん中にインフォメーションディスプレイですねが出てるんですけど、そこにあれですね、ここにある、カメラが、速度を認識して、今60キロっていう風に出てます。ブレーキが思ったより効くな。やっぱりグッと踏めばグッと効く感じ。はじめやっぱり軽自動車なんで乗り心地というか、なんていうんですかね、頼んなさっていうのがあるのかなっていう風に思ってたんですけども、結構意外と感じないですね。で今このハンドル革なんですけど、握り心地がすごく運転していてしっくりきますね。意外とこうスピード出ます。それは今坂道下りなのでそれはそうなんですけど、昔僕も軽何回か乗ったことあるんですけど、乗ってて怖いなっていう風な印象しか正直ありませんでした。しかしジムニーはそれがないはっきり言ってないです。不安がない。もちろんシエラとね、中身エンジンがほぼ一緒っていうのがあって、作り的にはね結構しっかりしてる車やなっていうことなんでしょうけど、値段もね結局200万ぐらい新車で購入するとこれはモデルになるので、その辺の手の加え方っていうのはあるのかなっていう気はもちろんします。正直あんまり期待はしてなかったんですけど、ここまでいいんやったらもう軽でもいいんじゃないかって正直思っちゃいました。ほんま踏めば走るし、そうですね、止まるときはちゃんと止まる、それは当たり前なんですけど、思った以上になんかチャッチー車っていう印象はないなと思います。ちょっと一回は4に入れてみます。4駆のレバーあるんで
まああんま意味ないかもしれないですけど、走行の4区間っていうのをちょっと確認したいので押してみました。エンジン音がちょっと変わりましたね。今4輪になるので負荷がかかるからかもしれないですけど、エンジン音が上がってきましたね。でもすごいしっかりしてる。パワーが思った以上にある。ただでも4区で走るとスピードが出ない。今ちょっと戻しました、2区に。まあもう普段はでも2区で十分なんやろうな。まあ今ちょっと長い坂道に差し掛かってて、そうですね、4000回転まではいかなくとも、今3500回転でだいたい75キロぐらいに今なってるかなと思います。それはまあね、リッター車に比べたらね、エンジンの、音っつうのは浮き上がってきよる感じなんですけど、踏んでみましょう。今3500回転で坂道をそうですね80ぐらいで今前の車に合わせて運転している状態です。まあでもやっぱちょっと車高が高い分、なんていうんですかね、サスのクリアランスがあるというか、なのでちょっと左右やっぱり揺れるんですね。思ったより不安と左右にゆるく揺れる感覚っていうのはありますね。後ろから今セレナに抜かれそうです。ちょっと高速の方に移る右車線に移します。今ガンガンに踏んでます。今4500で1回ギアが変わった感じですね。でもやっぱこうっていう音が楽しいですね。はい、ありがとうございます。ここもないね、窓を開けるの慣れないね。まだどうしても右側を探してしまいます。さあ今のところはクルコン使わず、とりあえず運転をしています。ジムニーのクルコンは、アダプティブクルーズコントロールではないので、自分で合わせて、コントロールする、まあ、レバーここにあるんですけど、実際後で、それはしてみたいなと思います。で、まあ、今高速走行ということで、今時速が、85キロぐらい出てる状態です。で、今日結構風が強い日で、かなり風の抵抗を受けてますね。でも思ったよりハンドルがこうなんていうの、余裕があるというか、いい意味での遊びがあるので、段差とかがこう取られる印象っていうのは特にないですね。これ今ヘッドライトつけています。思ったより軽くない。まあこれは夜乗ってみないと分かんないですね。一応オートの、ライトを消灯しました。今平均燃費 10.8。一応納車されてからトリップを解除というかセットして今走っている状態にはなります。今1個ドンと踏むとターボの吸気のあれですかね、コンって踏めばこうつく感じでスピードが今上がりましたので、ちょっとトンネルを抜けたらクルコン使おうかなと思います。今これクルコン入った状態です。入ってますね。で1キロ刻みに上がるっていうことは言ってました。でキャンセルを押すとキャンセルになるほど。まあ一旦
じゃないので、前の車に合わせて速度調整はしてくれません。そこは普段僕ちょっとアウトバック乗ってるんで、その感覚で運転するのはすごい危険やなって思うので、ちょっとそこは気をつけながら運転したいなと思います。確かカタログ燃費が15点なんかやったと思うんですよね。で高速乗ってどれぐらい出るんかはちょっと読めないんですけど、とりあえず走りながらその辺も見ていきたいなと思います。でもちょっと今長いことそうだ乗って10分だいたい20分か経つぐらいなんですけど、ちょっとエンジンの音やっぱ普段乗ってる車に比べると気にはなるかな。あと風強いしな、今日はなんか低い風切り音だ感じがするんですけど、でもこの段差を乗り越えるとき、今ここ段差すると綺麗にいなすな。全然気になる。ちょっと思ったより踏んだり戻したりの回数が普段乗ってる車に比べるとやっぱ増えちゃうんやな。それはこういう車やからそういうもんやと思います。ちょっと長いトンネルに入ります。これレーンアシストキープは入ってないんですけど、なんか線の逸脱警告が一応あるって聞いてるんですけど、どうなんやろ。なりましたね。逸脱の注意。特になんかセンターで表記が出るわけじゃないですね。音がとりあえず鳴るって感じですね。フルコンの方に関しても速度がデジタルで表記されるわけじゃなく、これ多分タコメーター見ながらか、タコメーターを見ながら速度を合わせるっていう感じですね。ちょっと速度調整を指先でしながら運転する。ちょっと慣れない、ちょっと設置するために緊張するんですけど、でも運転してて思うんですけど、もう四角い車なんで見切りっていう部分ですかね。車の幅っていうのはすごく分かりやすい車やなというふうには思います。トラックで、抜いてみます。今までの車の中に結構昔初代のビッツ、今ヤリスって名前に変わって出てますけど、初代のビッツをちょっと乗ってた時期があって、その時確かあれ1リッターちょうどぐらいだったから、ベタ踏みすることが結構頻繁にあった車やったんで、もうそれがなんですかね、非力な車に乗ることがちょっと嫌になったきっかけではあるんですけど、それでね、もう今1リッターでもないこの車のこのアクセルにつながるですかね、パワーの出方っていうのはもう全然申し分ない感じはします。もちろん今ね、直線のトンネルをずーっと坂道の下りでもあるんで、重さっていう特に感じる場所ではな
結構このウインカーの音がチャッチー方なんかな。でも僕は好きですけどね、こういう機械音、クリック音。でもこうなんていうんですかね、高速域で乗った時の乗り心地絶対悪くないですね。思った以上すごいな。およそ200メートル先、右を右方向です。あとこの iPad のナビうるさいですねカープレイでナビたまに設定することあるんですけど、カープレイの音も結構うるさいんですよね。アナウンス親切なのはいいですけど、いちいち感がうるさいもうちょいなんか丁寧モードと簡略モードみたいな、なんかこうあれば嬉しいんですけど、なんかそんなんあったりするんですかね。平均燃費は今置いてきて、16.3 キロという風になってます。そんな感じかな。あとはでもね、こう河川敷行ったりとか、こうオフロード行ったりとかこうして、このワウカーのジムニー好きの人がオフロードシエラでかな体感したインプレッションの動画見た時に思ったんですけど、サスペンションというかタイヤの動きがヨガのようだというふうにこう言ってたのがすごく印象的な言葉だなと思ってまして、それをどうやって体感できるのかなっていうのはちょっとこの日本で考えると、そういうオフロードの場所に行って走るしか方法はないので、僕はそういう部分の知識がないので、なんかそういう機会がねあれば、今この車所有してるうちに体感してみたいなっていうふうには思ってます。とりあえずファーストインプレッションになる乗った感覚っていうのをまずお伝えしたくて、撮影した動画になります。また細々ちょっといろいろ乗っていて気づいたことだったり不満に思うこととかいろいろ多分今後出てくると思うんですよ。そういうことをこう伝えれるような動画を撮っていけたらなと思ってますので、今後とも車を買って調べてみたチャンネルよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願